もし、ご家族の認知症がもう諦めるしかないと思っていたものが、実は治る可能性があったとしたらどうでしょう。今回はですね、そんな希望の光ともいえる医学ミステリー、INPH の謎に迫っていきたいと思います。この話を聞き終わる頃には、もしかしたら皆さんの常識がガラリと変わっているかもしれません。大切なご家族の物忘れがひどくなったり、歩く姿がおぼつかなくなったりするのを見て、多くの人がこう考えちゃうんですよね。ああ、これは年のせいなのかなとか、もしかしてアルツハイマー病の始まりなんじゃないかって。でも、もしそのどちらでもなくて、全く別の原因が隠されているとしたらどうしますか？ INPH を見抜くための鍵。それはですね、この典型的な3つのサインなんです。歩きにくさ、それから物忘れ、そしてトイレが近くなること。この3つがセットで現れたとしたら、それは単なる老化とはちょっと違うかもしれないというサインなんですね。ある研究によれば、患者さんの実に 63% がこの3つの症状を全部持っていたと報告されているんです。これは INPH っていう真犯人にたどり着くためのすごく大事な手がかりになるわけです。では、この認知症と間違われやすい症状を引き起こしている犯人、INPH は一体何者なんでしょうか？その正体をここから暴いていきましょう。INPH、正式な名前は特発性正常圧水頭症と言います。ちょっと難しい名前ですよね。脳の中心には脳室っていう脳脊髄液という液体で満たされた部屋みたいな空間があるんですね。この病気はその部屋がはっきりした原因もないまま、まるで風船みたいにじわーっと膨らんでしまうというものなんです。この特発性っていうのが、原因不明って意味でして、これがまた診断をややこしくしている大きな理由なんですね。ここでちょっと不思議に思いません？脳に水が溜まる水頭症っていう名前なのになぜか圧力は正常だと。この一見矛盾した名前こそが INPH というミステリーの最大の謎であり、面白いところでもあるんです。その答えは診断の仕方に隠されていました。脳の圧力を調べる検査をしても、その時の測定値が正常の範囲内に収まってしまうことがすごく多いんです。脳の中では確かに液体が溜まってじわじわと圧迫が起きているはずなのに、検査をしたその瞬間の圧力はなぜか正常。この事実が長年にわたって多くのドクターを悩ませて診断を遅らせる原因になってきたんですね。さあ、この2つの MRI 画像をちょっと見比べてみてください。左が INPH ではない方の脳で、右が INPH の患者さんの脳です。一目瞭然ですよね。右側の画像、脳の中心にある黒い隙間、これが脳脊髄液で満たされた脳室なんですけど、明らかに大きく膨れ上がっているのがわかります。この脳室の拡大こそが周りの脳を圧迫していろんな症状を引き起こす物理的な証拠というわけです。こんなにはっきりした証拠があるのに、どうして INPH は長い間医療の世界でそれって本当に存在するのみたいなちょっと疑わしい存在として扱われてきたんでしょうか。その少し意外な歴史をここで紐解いていきましょう。この言葉が当時の混乱をよく表していますよね。治る認知症として華々しく登場したはいいものの、最初の頃の手術では合併症も少なくなかったし、必ずしも全員が良くなったわけでもなかったんです。その結果、そもそもそんな都合のいい病気、本当に存在するのかっていう懐疑論が広がってしまって、INPH は一時、医学界でちょっと仕掛けの存在になってしまったという歴史があるんです。そして、その懐疑論の中から、今でも診断とか治療の邪魔をしている大きな3つの神話、つまり誤解が生まれてしまったんですね。さあ、ここからその誤解を一つずつバシッと打ち破っていきましょう。まず一つ目の誤解。INPH はものすごく珍しい病気だというもの。そんな珍しい病気、うちには関係ないよって思われがちなんですけど、これが全く違うんですね。データを見てみると、65歳以上の方だと少なくとも100人に1人以上、ある調査ではなんと13人に1人が INPH の可能性があるとされているんです。これってもう皆さんの身の回りにいても全く不思議じゃない数字ですよね。2つ目の誤解。診断テストはあまり当てにならないというものですね。これももう昔の話です。今では
治療によって良くなる可能性が高い患者さんを高い精度で見分けるための信頼できる検査の手順がちゃんとガイドラインで確立されています。そして3つ目。これが一番根強い誤解かもしれません。手術なんて危ないでしょうという考えです。もちろんどんな手術にもリスクはゼロではありません。でも医療技術がものすごく進歩した今ではそのリスクは大幅に下がって、手術によって得られる生活の質の向上、つまりベネフィットの方がリスクを大きく上回るってことが分かってきてるんです。さて、ここなれで INPH を取り巻くいろんな誤解が解けてきたんじゃないかと思います。ここからはこの病気に苦しむ方々にとって最大の希望となる治療法、シャント手術について具体的に見ていきましょう。このシャント手術の仕組み、実は驚くほどシンプルなんです。脳室に溜まってしまった余分な脳脊髄液を体の中に埋め込んだ細いチューブ、これをシャントって言うんですけど、これを通してお腹の中みたいに吸収しやすい別の場所に流してあげる。そうやって脳にかかる圧力を下げてあげるんですね。いわば脳の中に新しい排水路、バイパスを作ってあげるような手術なんです。こちらが実際に体の中に埋め込まれたシャントのレントゲン写真です。頭から首、そしてお腹の方に管がスーッと伸びているのがわかりますよね。で、特にすごいのがこの小さなバルブ。なんとこれ、体の外から磁石を使って水の流れを微調整できる優れものなんです。だから手術の後も患者さん一人一人の状態に合わせてオーダーメイドの治療ができるようになったんですね。そして気になる安全性ですけども、もうこの数字が全てを物語っていますよね。経験豊富な専門の施設では、シャント手術を受けた患者さんの 91%、つまり10人のうち9人以上は特に合併症がなかったと報告されているんです。これはちゃんとした環境でやれば非常に安全性の高い手術だっていうことの証明ですよね。ちゃんと治療法がある。だからこそこの病気を正しく見つけ出すことが何よりも重要になってくるんです。では、もしこのサインを見逃してしまったら、一体どんな未来が待っているんでしょうか。これが INPH が抱える一番の悲劇なんです。治療さえすれば、また歩けるようになるかもしれない、家族と笑い合える時間を取り戻せるかもしれない人々が、もう年だから仕方ないとか、治らない認知症だっていうレッテルを貼られて、適切な診断とか治療のチャンスを逃してしまっている。そんなケースが今この瞬間もたくさんあるんです。ちょっと衝撃的なデータがあるんです。介護施設で暮らしている方のおよそ4分の1、物忘れ外来に通っている方のおよそ 15%、これらの方々に INPH の疑いがあるっていうんですね。これってつまり私たちが認知症って一括りにしてきた方々の中に、実は治療で劇的に良くなる可能性を秘めた人たちがこれだけたくさん隠れているっていうことなんですよ。では最後に今日お伝えした中で最も大事なことをもう一度おさらいしましょう。まず、すべての認知症が治らないわけじゃないってこと。そして歩行、思考、排尿の3つのサインを見たら、あれ？もしかして INPH かもって疑ってみること。で、INPH は安全な手術で治療できる希望がある病気だということ。そして何より一番大事なのは、この知識を武器に勇気を出してお医者さんに相談してみることなんです。その一歩が誰かの人生を、そして家族の未来をガラッと変えるかもしれないんですから。この問いを最後に皆さんの心に残したいと思います。もし正しい診断という光がもっと早く当たっていれば、どれだけ多くの人がもっと自分らしい人生を長く歩み続けることができたんでしょうか。このお話がその光を今まさに必要としている誰かに届くことを心から願っています。